はい、撮影開始。皆様こんにちは。 YouTube クラシック音楽道場ご覧いただきありがとうございます。こちらはベートーベンピアノソナタ第5番コカオーパス10の1の第3楽章の和声解析動画、数ヶ月ぶりにベートーベンに手をつけるというね、間が空いてしまってとてもお恥ずかしい、申し訳ありませんが、先日ですね、ちょっと海外へ行く機会をいただきまして、そして無事に帰ってきて、日本に帰ってきて、いや本当 YouTube 活動もっと頑張らなきゃと思って英気をですね、養って戻ってきて、今よしベートーベンどんどんやるぞという気合のあるうちに進めてみたいと思ってカメラを回している次第です。私の動画はですね、こちら下に概要欄ですね、 YouTube のここに目次キャプションという名前で、分数とですね、時間、分、秒度、それでその喋っている内容、弾いている内容が、パッと一目瞭然で、そこをタップすると、タップだったりクリックだったり、パソコンで見る人いるのかな、飛ばせるようになってますので、このオープニングのおしゃべりも、ちょっと長いなと思ったら、もうどんどん概要欄から、飛んでご自分の興味のあるところをどうぞご覧ください。私の他の動画もほとんど全部目次キャプションあると思います。どれも長い動画なので、その責任を取ってせめてね、見やすい動画にしたいと思って、そこは撮影の後何時間かかるんだろう、6時間8時間10時間もう何日もかけてその作業をしたりしてますので、ご利用くださいませ。チャンネル登録していただけますと、他のね動画をこの曲も見たいななんていう時に思い出していただけますでしょうか。チャンネル登録もどうぞお忘れなくよろしくお願いします。5番のソナタの3楽章ですね。3楽章がフィナーレってここにちゃんと書いてあるけど、終楽章です。今までのね、ベートーベンの1、2、3、4番のソナタはどれも4楽章ある。で、この5番になって初めて、3楽章構成で3つで終わるっていう。これは悲壮ソナタとかね、8番のソナタになるけど、あれも3つで終わっちゃうんですよね。なんか4楽章あるっていうと、シンフォニー交響曲を思わせるような大きな作品っていうのかな。それに対する3楽章構成っていうのは、ちょっとコンパクトな形というのかな。いいや、そういうことにしておこうかな。でいて、この楽譜はですね、4ページしかないです。どの番も皆様お手元の、に楽譜を置きながら一緒に書き込みながら勉強していただけたらきっといいかなと思うのですが、この楽譜本当にたった4ページしかない実にコンパクトな曲の中に、ベートーベンのやっぱ大作曲家なんです。で、200何十年経ってまだまだベートーベンという名前は消え去りませんね。天才の残したこの楽譜の成功にできた音楽作りというのかな、それを隅々まで勉強することで、我々クラシック音楽をやる人間は、なるほど、こうやって和声をよく分かって、この音の長さとかね、給付、こういうのもすごく実はこの曲なんかも大事になってくると思いますが、スタッカーとかついてたりついてなかったり、それが全て音楽的な表現になるわけです。それをですね、一つこちら YouTube クラシック音楽道場としては皆様目の前で書き込むということで、一生懸命考えて、なるほどベートーベンはこういう音楽をこういうふうに計画して書いたんだという、それを一つ一緒に勉強していただければと思って、おります。どうぞついてきてください。一生懸命やってると2時間なんてね、あっという間に、感じるものです。さて始めましょうか。音出しましょうか。とても緊迫感のある音楽。
あららららじゃーんとあららららららとね、なんだか激しいですね。早いですね。プレスティッシモっていうのはとっても早くって意味なので、今ちょこちょこ弾き損じた悔しいけれど、今一気に4段弾いたところまで、ですね、ただ4このこういうジャーンというドミソの C マイナーという音がずっとしているわけです。和音として書いてみますね。ここ14小節からいきなり、で何が言いたいかというと、もうずっとこの C マイナードロロトトトド始まりからしてこのドという音が第1音主音になっている。そしてフラットが3つついている調合はこれはもう、破単調セモールの音楽ということで間違いないですよね。で今一気に4段弾いてしまったわけです。これずっと転調してないというふうに、言ってよいでしょう。だからどんどん勉強進みますよ。こうやってね、はい、2段目も、はい、3段目も4段目もこの16小節のフェルマータまで、転調はしていないという破単調ですね。これはじゃ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 ーの運命交響曲と全く同じ調整のあらららら同じ音がしてるんですね。これ後で大変な説明しなきゃいけないわんだけど、まさに運命小運命なんていう名前をつけたらどうかしらと。違うんだな。悲壮ソナタが8番ソナタが間違いなく悲壮パセティックっていう名前をベートーベンが書いたので、8番の3つ前の5番のソナタであり、面白いな。オーパス13が悲壮ソナタなので、このオーパス13から3弾いてオーパス10の1やっぱがこのソナタになる。だから小悲壮っていう名前を私は勝手につけてもいいかなと。小運命でも別に、まあそこは余談でございますが、破単調であるということです。ここがミの音で終わる。その音で終わる。こう同じ音で両手で奏でてる、こういうのをユニゾンと言っていいでしょうか。言っていいので、だから和音がないので、一体どういうなんて言ったらいいのかな。バッハのインベンションとかでもそうですけど、こういう単旋律にと言っていいかなから和声を考えるっていう、そういう力は非常に大事だと思います。このミの音は123第3音という、この3音っていうのはこのトニカ手話音発単調ツェモールの手話音っていうのが C マイナーというね、まあ難しいな話すの。このどの音から始まってるから、これはツェモールの主音から始まってる。そこにちゃんと和音として考えてみた時に、この3の音っていうのはやはりこのまま C マイナーの音として聞こえるはずなんです。第3音というのは和声において代表される3つの和声それはトニカとサブドミナント、ヨドの和音ファラドですね。で、5度の和音ドミナントでトニカに戻るというね、 TSDT というトニカサブドミナントドミナントトニカすると、第3音っていうのはヨドの和音には入ってない。で5度の和音の中にもこの3の音はない。3の音っていうのは唯一トニカの中に含まれる音であるという。なのでこれは間違いなく
あえて書くなら C マイナー、手話音トニカの音で、タラパパパパ、パッとね、休符でフレーズが一回終わるわけです。この音がなくなる、こういうのを私は待って書いたりするの好きなんですけれど、で次の小説もタララパパパ、これも休符、この不気味なね、音のない瞬間というのがこの急速な速い音楽の中にあっても難しいですけどね、これを休符として聴かせるの。でももう全部書いてる通りだとナラリラファミリドシ、こういうの4小節こういうのもこうやって四分音符分の長さ横線書いて、で音がちゃんと四分音符を感じて休符になるよ。ダララタタタ、四分音符から休符になる。なんか私はこれを音歌休符というふうに勝手に名付けていますが、この休符の持つ音楽的力をしっかりと演奏したいと。ショパンのバラード3番なんていうのはこれが非常に大事な意味を持ってくる音楽だったりするんですけれど、というわけでこの先はまああるな、このフェルマータのところも両手の休符ありますが、後で書きましょう。というわけで最初からね、この休符があることで一つのフレーズで、それはこのトニカ、ここはね第5っていう音で終わっているわけですけれど、何が言いたいんだろう。とにかく最初このトニカで最初の不気味なフレーズが終わる。これはドミソのなんていうのかな、単調の響きをたった一つのミという第三音だけですけど、ここに単調のフレーズ終わりとしてのトニカでフレーズが終わることを全終止というふうに言います。なので私はここに全と書いてダリラパパパ、不気味なのだ不気味なのだ、次もこれも第5音っていうのはドミソの、ね、C マイナーの、5番目の音っていう風に感じるのが普通ですよね。これをソース入れず5の和音ドミナントって考えることはできないんじゃないかな。その前にこのドやっぱりなんかね、この弾いてるその前に弾いてるドの音が聞こえる気がする。この第5音っていうのはね、C マイナーのドミソのソという可能性とソシレのソ G というね、和音としてもドミナントの和音として使うことも両方ありえるんです、第5音っていうのは。でもこの場合は G とドミナントとは考えないでいいと思います。おそらく不気味なのだ不気味なのだね、2回ずっとまあセモールの何が不気味なのかな、ね、そういう雰囲気を音から感じ取るのでいかがでしょう。そしてここで終わるソシの G というコードネーム G メジャーですね。ソシレ5の和音と言ってもいいけど、はい、5の和音ドミナントでもういろいろ書きますね。こうやってドイツ和声で言うと、大文字 D のドミナントで、これは5の和音というか、あるいは下にあるソの音が第5音として書いてみた次第ですが、はい、フレーズがドミナントで終わることを半終止というふうに言います。はてな、とても
中途半端、ここからドミナントという本当音はここで終わると気持ち悪いんです。起立気をつけれ着席っていう音が本当は聞こえたいという、ね、いつまでこのままでいるんだっていう、その中途半端なチューブラリンの感じ、その不安げなですね、中途半端の半、完全に音が落ち着いてない。なぜにはてなっていうね、この音楽性がこのドミナントという和音にあり、それがフレーズがそこで終わるということで、まるで文章でいう疑問形っていうね、そういう意味合いを感じられるはずなんです。でベートーベンって本当に勉強になるのは、もうね、これ全終止があって全終止があって、で次は半終止があって、でララララ、これも C っていう音はソシレのやっぱり G の和音からが聞こえてくると言っていいのかな。ツェモールの同音でもありますけど、この同音っていうのはもうドミナントの和音にしか出てこない音です。トニカにもサブドミナントにもこの C 第7音っていうのは出てこないんです。はいはい。さっきのね、第3音っていうのはトニカしか出てこないとかね。第7音はドミナントにしか出てこないんです。第5音っていうのはなんか本家ドミナントのような顔をしているけど、ドミソの、ね、トニカにも出てくるという、実はなんていうのかな、浮気者なんですなんちゃって、でもね、まあ何の話でしょう。とにかくこの単音と和音のね、いろいろそういうことも、まあはい、字幕が私の動画は最近ちゃんと出てますよね。この字幕作るのもまた何時間もかかって大変なんですけど、どうぞね、お付き合いください。何が言いたいんだろう。とにかくここドミナントで終わってるか、またここは半終止。ドラタタタタ、これもソシレーのドミナントとして終わってると感じていいでしょう。半終止ね。ここでドーという音で終わっているので、ここっていうのはなんだ、6、7、8小節でついに今度は全終止になって、ここでユニゾンの動きが終わるかな。ちょっとここだけ和音伴奏になるけど、でうちゃちゃちゃ、音形もロロ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 ロここで音楽がだいぶ変わりますね。なので縦線を弾いて、なんていうかな、ここでこういうのを私は楽節と呼んでますが、新しいフレーズになっていくかなということで、見えやすくで全終止してから、その先音楽が、ね、いよいよ焦燥感のあるこの伴奏に乗って、右手メロディーはいろいろという意味で結構シンプルなんだよな。はい、冒頭ですね、この全終止と2つ、そして半終止からの全終止なんだ。この音楽性をぜひ、感じて、そして奏者としてはそれを表現しましょう。ピアノトニカ、そしてハテナ、なぜにで全集という風になるわけなんだけど、そういう意味ではここはちょっと違うけど、ここでドの音で終わってるこのソプラノのメロディーは10小節目、これ全終止と言っていいでしょう。で給付もあるけど、左手に音があるから、こういうのはマとは書きません。ただ右手に給付があるよと。で今度はドラファミレド左ラリラ、右手はダーッと続いてきますね。だから11、12小節はここには全終止って書くことはできないですが、左手がここがおしま
実は給付があって、ここはなんと左手が前終止というふうに、書くことができるかな。でこう大きく書いたのは前終止、しっかり四分音符感じて、ここに八分給付があるから、こうやってですね、音の長さとこの前終止と合わせて書いてみたつもりですね。やちゃちゃちゃ。最後にこんなもんかな。減衰する前終止とこのデクレッシェンド、減衰するマークっていうのは、これをセットで考えると、この前終止というものがしっかりと表現できるというふうに、こうね、セットで書くように私ずっともう何年もこのやり方でやってますが、こういう音を奏でることでお客さんに、ああそうか、なんか不気味なツェーモールの音楽だなっていうのが聞こえるための書き込み、よく考えてた書き込み勉強です。はい。またこれもね、左手の伴奏形が大きく変わるから、学説として線も書いていいかな。ね、前終止しながら右手は他のこと、右手が前終止しながら左手が新しい伴奏をするとかね。左右と左右それぞれに役割を持って、なんか違うことをやって動いていく、なかなかシンプルだけど複雑なクラシック音楽でございます。最後に説明しなきゃいけないのこの和音が大変なんて言ったらいいんでしょう。なんとも切ない。最近日本語出てこないんだよな。ちょっとちゃんといい本読まなきゃ。日本語もブラッシュアップしないと。憂い心情つらいなんとも悲劇的な運命が待ってるわけです、このベートーベンさんには。言うなれば耳が聞こえなくなるというね。この5番のソナタにおいて難聴の兆しがあったかどうかは、でもギリギリあったかな、なかったかな。でも難聴があってもなくても、ベートーベンっていうのは結構ね、若い頃にはね、父親のね、ボカスカ DV を、ドメスティックバイオレンスを受けながら、なかなか辛い幼少期を送っていたというかわいそうな人間で、やっぱそういうのはかわいそうですね。全然良くないことなんですけど、なんでこんな目に自分は合わなきゃいけないんだという大きな心の闇を抱えている、そんな音がにしてるんです。どうしてかというと、これラフラットとファシャープというね、ここに増6という音程があるんです。増6度なので、言っちゃうとこういうのは増6の和音っていう、一番クラシック音楽の中で難しいと言われている和音なんです。ラドミという、あえて言うと A フラット、ラドミ、ラフラット、ドミフラットの音にファー、第6音だけど、ですね、ただの6だとラドミファー、ただのファナチュラルになる。これがそれよりももう一個上のプラス6っていう書き方があることが分かりました。なんだっけな、Google で増6の和音っていうふうに検索していただくと難しい説明がありますので、どうぞそれを頑張って読んでみていただいてもいいかなと。はい。で、どうしたらいいのかな。ほんと難しいんだよな、これ。ファシャープっていうのが、この音っていうのはソの第5音へとね、向かおうとしている音と言えるんです。なのでドミナントへ向かっている。このファシャープの正体は、実を言うとこれはドミナントへ向かうためのドミナント、ゆえにこういうのはドッペルドミナントであるという。で、もともとのドッペルドミナントというのはセイモールにおけるソセイレへ行くためにはレファラドでいいかな。本当はもともとは
D セブンスとかねっていう和音がドミナントを目指していると言っていいかな。そしたらするとここのラナチュラルがあるわけ。これが下方変異した第5音です。レファラの D セブンスの第5音の下方変異したものというのがラフラットとして現れる。これで下ろしていくとラドレファラフね、これでこのラフラットファシャープというこの音が出てきたでしょうか。でここにおいてはレのこの D レの音がない、根音がないということで1がないよ×みたいな根音省略をこういうふうにたすきがけで、第1音がないよと。でそうだから第7の音と第5音下方変異というドイツ和声でいうとこういうふうに和声解析として書き出すことができます。ドッペルドミナント第5音下方変異のあと7の音、これが7かレファラードというそういう風にして現れた音です。それはがドミナントで終わって半周詞する。この初っ端からいきなり使われる増録の和音。テレーゼっていうソナタは2楽章しかないですけど、テレーゼっていうソナタ24番オーパス78ですねの冒頭がティーラランって確かね、こっちかこの音、これがいきなりのこの、増録の和音で始まると言われております。イタリアン6とかね、ジャーマン6、フレンチ6っていろんな3種類あるそうですけど、そこはね、これはイタリアンだと思います。難しい。なんですね。右手のことを考えないと、これはシンプル、一番そのイタリアン、フレンチ、ジャーマンっていうところの一番シンプルなイタリアン6であるという。だからね、IT6 って書くような、そういう和声解析もあるかもしれん。なんかそれをウィキペディアで見ました。ウィキペディアだったかな。はい。そしてもう一個。246和声解析というのが私の動画の、非常に大事な音の、音楽的な、音楽的抑揚を書き出すという意味で師匠クラウス・シルデ先生から、今の字幕にならないや、いや自動翻訳でどんどんねここで字幕にしてくれて、後で自分で直してるんですけど、クラウス・シルデ先生から受け継いできたもの、ツェモールの曲で言うと1234をファーっていうのは第4音だけど、ファシャープになってるからちょっと高めの矢印上の第4音であったり、ソラフラットというのが単音で言うと第6音という風になる。このね、こうカッコしないでこれだけ書くのを私は単音のつもりで書いていますが、この4とか6っていう音は246っていう音は盛り上がりのある音であるとしてそういう音楽性を、奏でるための、解釈としてのクレッシェンドマーク4と6の音、この増録の和音ドッペルドミナントには4とか6とか2の音もねあったりするんですけど、こうやってやはり246の観点から言っても間違いなく大事に弾くべき和音であるということがこのように書き出せたかと思います。一番難しい和声でしたこれがね。あとはさっさと進めたらいいなと思いますがね、チャンネルここまで見てくださった方ありがとうございます。チャンネル登録や、面白いなと思ったら高評価いただけましたら嬉しいです。分かりにくかったら巻き戻し機能を使ってね、何度も聞き直して見ることもおすすめです。はいはい。と
いうわけでいいかな。とにかく全終止増録からのハテナハテナ増録ね、ここのこれは和声と関係ないけど、この6小節目ぜひね、本気でコンクールとかで、怖い耳の肥えた審査員の先生方の前で弾く機会のある方々はぜひこれをスタッカートで弾かないように、もうなんとねスタッカートついてないんです。ね、1番のその他も最初はスタッカート書いてないんです。同じ感じだけど、左手になったらこちらは全部スタッカート、この差がある。右手は最初はスタッカートがない、長めの音になる。そう、こういう細かな差をね、ちょっとしたことですけどね、ベートーベンの何かそういう音を狙ったんです。アウフタクトの音だけがちょっと長い。いやはや全終止して全終でそうするその音で終わってるってことは何終止でしょうか。これは大きな半終止ということですね。じゃーん、ちょっと長く伸ばしましょう。そしてね、じゃーん、両手が9分になって次へ行くということになります。で、どうしようかな。今見えてるかな、見えてないか。はいこの12小節なんか、そう第5音で終わって9分になるっていう、ここにはハテナっていう半終止っていう音楽性が聞こえます。そしてここは同音主音と動いて、今度はトニカの全終止っていう、全終止の場合はこう減衰もしっかりとを書き出していいかなと。半終止の場合は減衰がセットとは言えない、これはね微妙な、私も何とも言えないんですけど、半終止にはねただ何も書かないではてなーっていう音楽性を感じましょうとしか今の私には言えないかなと。シードはまた全終止、結局単調である。なぜに、やっぱ単調なんだ、なぜに単調なんだなと、この繰り返しなんです。ベートーベンはもう自分の運命を、このね過酷な運命、過酷な人生に対する疑問と、その定年って読むんでしたっけ、積年、定年、諦めの心、最終的にいろいろ諦めるんです、この人の人生は。例えば、一番大きな結婚を諦めるとかね、生涯独身、かわいそうっていうかな、結婚したかった人だけどついに結婚はできなかった。そしてある日ね諦めるんです。もうダメだって。これはまだね、まだ若いベートーベンなんですけど、でもなんでそうなんなきゃいけないんだっていう、このなんでなんだろうな、ハテナと半終止と、とにかとハテナとね、単調と、もうとにかとドミナント、っていう、もうその繰り返し、もう通ってはトニカでドミナントばっかりですよね。単純っちゃ単純だけど、それなのにこんなにもベートーベンらしい音楽性が、この本当にトニカとドミナントしかない、それだけなのにすごいですよねと言っておきたいわけです。どうしようかな。トニカとサブドミナントだけじゃない、こ
こにはちょっとだけ違う和声がある。ドミソシ C7 からF マイナーという、ね、F っていうのはドレミファラ4の和音ということになるわけなんですけれどね、4の和音はドイツで書くとするとサブドミナント、単調なので小文字の S と私は、ドイツでは書きます。で、このドミソシは何かといったら、このドファラファラド F マイナーへとに向かうためのドミナントという、ヨドの和音へ向かうためのドミナントということで、ヨド調の5度で属七だからここに7って書くのかな。これは日本の和声の書き方がとても優れていて、フランス式和声だと思いますけど、私はこういうのはこうやって書きたいと思います。そして行く先が4の和音だから、ヨド調の5度というのは4へ向かってちょっとなんだ盛り上がるという、そういう音楽性を持っているという、2回同じことが繰り返されます。右手が少し変わりますけどね。そうちょっとこのサブドミナントを感じてみましょう。ファではメこういうのはソーセレファラソーセレファラドミナントになるかな。ドミナントのソーセレファラでもその音がないからセレファラという原七の和音が、になる。だから根音省略の7、9こういうドミナントになって、でレド、これはもちろんトニカね、トニカで非常にカデンツというふうになっているのかな。非常に、基本的なツェモールの和声で、音楽が焦燥感を持って動いているわけです。ヨドヨド1のヨドハテナとトニカとドミナント、どっちだ一体なぜだという、そういう音楽でした。なんかガラッと変わりませんか？このシフラットが出てきた瞬間に、このシナチュラルというのがツェーモールの同音だった。これが一気になくなるっていうのはもうツェーモールでなくなった完全なる転調の証なんです。で、もうここね、ミソシの E フラットメジャーというね、メジャーはね書く必要ないのでコードネームで、なのでツェーモールフラット3つの単調に対してのフラット3つの長調、平行調と言います。こういうのね、平行調への転調をしている。このシフラットが出た時点で S ドゥアへの転調を果たしているんだなと、もう一瞬にしてね、パッとガラッと、もうここまでなんか怒り狂ってなぜだとか言ってたのに、ラポポポポ、別になんてことはだけどいいことがあるかもなみたいな、なんかね、すごい変わりようですよね。でもう言っちゃいますけど、冒頭がこれソナタ形式と言ってよいはずです。するとこの違う調整で現れる新しいメロディー、これをもう第2テーマと言ってよいでしょう。見えてますか？するとこの冒頭というのが第1テーマであるということも改めましてこんにちは、意識しておいてもいいかなということで今書き出してみました。第1テーマ転調なし、いきなり現れる第2テーマ、すごいですね。さて第2テーマを下までカメラをこれで全部見えるかなと。はい、見えた。さっき調整してあったんです。ガラッと変わるセーモールのハテナから一瞬の8分9分でね、シレファラという和音で終わって、シレファラは B フラッ
とセブンスという和音で B っていう B フラット C フラットというのはこの5の和音のねS ドゥアにとっての5の和音5度7属7のドミナントの7ということになるわけです。とても分かりやすいはずですかな。属7はね本当に結構すぐ分かるようなアンテナを、養っておくと音楽便利ですよ。そこでねこう長調です。S ドゥアの長調の5の和音で終わる。だからここには間があって何か幸せがもしかすると半周詞という音楽性になるはずです。ラタタティタタッパッパッポ5の音で5の和音ちゃんと弾かないとガラガラ5の和音はてなっていう半周詞が聞こえるのだんだんいかがですか？分かって慣れてきましたですか？ちょっと左右の手が離れてるからもうちょっとこうやって分けて書いちゃうけどまでやるというというやっぱり半周詞なんですね。弾いてみましょう。ラララララはての半周詞ドドフォルティッシモロロンシエラタタゼおしまい。右手がおしまいという全周詞をしているのがここで聞こえると思います。はいはい。S ドゥアですね。S ドゥアの全周詞と。はいはい。これはね。で、2分音符でパッと。これはミソシちょっと下の音もちゃんとあるので。音か9符か。こうやって書き出そうかな。ちゃんと2分音符を感じましょう。全周詞するよと。で、いやたたたたたたで、左手にメロディーが映ってこういうラタタテタトン。この音っていうのはアウフタクトというふうに見ることも、というふうにフレーズの流れとしてはね、アウフタクトやイヤパパここが1と2で1と2でたた1と2とそういう音楽性に聞こえるはずです。なので第2テーマ始まった時も楽節をここで分けるように書いてこの音はアウフタクトであるというふうに一つ、書き出してみようかなと。するとこういうの全部アウフタクトになるんです。全部。だからこうやってアウフタクトが非常に好きな巧みに使うベートーベンであるというふうに言われたりもします。運命交響曲もそうだとかそうじゃないとか。というわけでスタッカートが多いですね。果たしてどこ行くんだろう。このフォルティシモがなんでこんな盛り上がるかというとラドミの A フラットという和音ですね。はラミファソラ第4音のヨドの和音である。そしてなんだっけヨドの和音っていうのはこの場合長調だから大文字の S というふうに書く、ね、第4の和音であり主音から数えて12345このメロディーは第6音。こういうのはもうしっかりとサブドミナントとして第6音なんかいろいろ書いちゃった、ね、この第6音に対してサブドミナントに対して第4か6の音に対するね246和声解析というのはベートーベンの望んでいた音楽性と完全に合致している一つの証拠ではないですか。フォルティシモのサブドミナントでこの
の6の音だけが残る左手の和音はパッと、はい、四分九分、右手だけ聞こえて、ということになるのかな。まあ、スラーです。スラー。このスラー頭のドの音は、ミファソラシドで第6音なので、ちょっとこれなんかは強調しといていいかなと。イオンというふうにも言えるんだけど、ちょっとなぜか今日はそんなイオンを書き出す気になれない。イオンです。ぶつかっている不協和音のことなんですけれど、この曲そんな多くないんだよなって言って、その後すぐ出てくるんだよな。見えてるかな。ブツブツ何言ってるんでしょうか。というわけでね、半周詞サブドミナントがあって、C 第5音のドミナントからのトニカ、全周詞ですよね。こういう、非常にシンプルな S ドゥアの和音で音楽は動いております。はてな8分9分を意識して、フォルティシモのサブドミナントからドミナントピアノと先へ行くわけなんですけれど、ここでタカ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 、ちょっと見えない、学説がまあこう分かれるかなと。全周詞ってこれもう一回書こうかな。ソフォラティタタロロドシシと全周詞するかな。で9分になってリパパパヤパパソラパパパ、いよいよここはね、ラドファファラファラドという F マイナーというのは S ドアにとってのファだから2度の和音ってことになるかな。2なんですね。で、しまった。ファラドの中にその音は入ってないですね。ぶつかりを、一瞬のぶつかりの音をここに配したベートーベン。ここにこの不協和音をイオンといよいよ言います。ちょっとこのぶつかりを感じるためにこの黄色のフリクションマーカー、これ失敗したら消せる優れものなんですけど、イオン、このイオンも感じてみるといいかな。このドシ、さっき言いかけた23、これもでもちょっとね直接ぶつかってる感じじゃないのでイオンっぽくはあるのですが、シレファラの音にシレファラド、属句って言ったらいいのかイオンって言ったらいいのか、でもいずれにしろちょっとこのスラ頭のドシシラパパピアタタタちょっと大事にすることは確かですって言って逃げよう。だから2の和音でティアで四分音符で四分九分でシレファランドシドミナンね、ドミナントで属七でまたスッと四分九分があって六七とにか9分になる。やはりこれも左手にね、こう9分があるとフレーズ終わりっていうふうにちゃんと見えやすいので、ちゃんと左手で全周詞という音楽性が S ドゥアだよっていうことが聞こえるようになってるはずです。どうしようかな。で最近ちょっとこの撮影に向けて勉強してる時に私見つけちゃったのが、以前の私は知らなかったのがこれこれここスタッカーと書いてないんですよね。左手は長い音にするべきかなということをここ数日で発見して反省しているところです。ついついね。でもこれは他の版でも他の原点版でも
原典版の多くの楽譜ではこうなってると思います。古い返礼とか古いペータースとかだとわからないけどね、ウィーン原典版や、ちなみにこちら使ってますのは最新のベーレンライター版を使っております。とても興味深い。まだなんかあんまり出回ってないんじゃないかな。でも出回ってないというか、まあわからないけれど、私はこの楽譜をね初めて使いながら勉強をさらに深めているところです。ちょっと楽譜についてはねあんまりちょっと今言えないで逃げてるんですけれど、とにかくこんなわけでよろしいかしら。はい、そしてでやったたたたえーっとで読んで全集しからうまく弾けなかったな。まあこう進むわけ。ここに4音とかあるんだけどあまりに速いのでね、ちょっと私何とも今ここは書けない、何とも言えないんだなってやったたたた、まあ、第一テーマがですよね。これはそういえば第一テーマが左手で奏でられて、いやいやいや音楽はね S ドゥア蝶々のままどこへ向かっていくんでしょう。これでじゃあ見えるかな。よし見えた。このフォルティシモシレラノっていうC B フラットか見えてるかな。 B フラット、英語で言うと B フラットなんです。ラこの9の音俗句って言っちゃってもいいけど、私はちょっとこう言いたくなくて、あえてシレファラという和音だと言っておきます。じゃあこのドは何かって言ったらイ音であるという。ドはこの音は下の音たちとよくぶつかったイ音であるという、第9音ではなくイ音であるというこだわりを持ってみたいかなと。俗句って言っちゃうと普通なんですけど、イ音って言うとねなんかさらに特別感が増すというか。でこのドの音っていうのは S ドゥアにとってのミファソラシンド第6音とラが第4かやんじゃんじゃあ、これは間違いなく246という観点からしてみても大事な音でイ音であって、それで降りてきてラララリララ、左手はミソシで全終止するよという非常な大きな盛り上がりを見せます。イオンから全終してで次もう一回今度は左手が暴れるんだ、ね、ここでパッとフレーズも分かれるかなと。でイオンあえてあとこれは33小節か F マイナーの音が聞こえるかな。でラの音は第4音サブドミナントの5の音で楽節が終わっているから、ここにはハテナ半終止を感じることもできるかなと、ね、ですぐ次へ行くっていうことになるんです。ちなみに忘れないうちに時間短縮、勉強の時間短縮のためにこっからずっとこれなんだっけ定時部ですね。その他形式でいう定時部のもう終わりじゃん。おしまいミソシで終わってるから、ここもう全部 S ドゥアであるというふうに。だからもうツェモルト冒頭の4段でそこから計6段 S ドゥア平行調、この2つの調整しかない非常にシンプルなコンパクトシンプルな作曲となっていることがここに、書き出せたのではないでしょうか。シンプルイズベストとも言われるわけで、そういう
音楽なのです。勉強になってますでしょうか？高評価いただけましたら嬉しいです。本当にこの和声解析は大学講義並みのなんとかって皆様にコメントいただいて、もしスーパーサンクスだったかな、講義代授業料としてもしもご支援いただけましたら、それも大歓迎で助かります。よろしくお願いいたします。すごい高額をね、この間振り込んでくださった方もいらっしゃるんです。でも本当に感謝しながら、ベートーベン楽しみにしてますっていう方なんですよね。ちょっとねペース上げます。カナダの演奏旅行終わって帰ってきて、カナダ行ってきたんですよ。それでですね、カナダも良かったけど、日本でまだまだ私はやることがあると思って、帰ってきて今頑張って動画を作ってるところです。全終始 SD、 そしてSD、 どんどん動き先行きますね、音楽が。早いですね。ここも学説やっていいかな。37小節じゃんまあここで合同、さっき書いたのと同じですね。33と36は同じような感じになってるはず。第4音ボンダリララドミナントで全終止するトニカの音だけど、めちゃくちゃ和音の数が多いから、おしまい収められないんです。おしまいでまたすぐ先へ行く。四分音符だから、ここにはペダルも必要なんです。これペダル使わないとスタッカートになっちゃうから、ペダル、ここも四分音符ってことはペダルが一瞬必要になる。こういうことも見てしっかり見ておきたいかなと。四分音符でイヤパパン、いきなりペダルなしと。で何が言いたかったんだっけ。こんな8つも音のある和音の全終止はデクレッシェンドできません。もう強いままのS ドゥアを強く、じゃあ多少荒々しく奏でていいんです。いつもありがとうございましたって言う必要ないんです。ありがとうございましたチャ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 ってね、言いたくなることがあったりもするんです。音楽にはね、体育会系です。明日って明日ってね、ちょっと強いんです。ラリラリラリララ、ここの左手なんていうのはミファソラ第4音で始まるという、こんな音楽性も見ていいんじゃないかな。で全終止からシレファラーで終わるいきなりのズバッとね、短いスタッカートの音。左手はスタッカート書いてないけど、でもですね、これだけ伸ばすっていうのもなんか変な感じがするんです。なので右手はちゃんとスタッカートの意味わかりますか？スタッカートっていうのは音を切るんではないんです。スタッカートは音がスタッカートは離れるという意味なんです。ね、こう四分音符を伸ばしておくんじゃなくて、離れる。だからまさに言葉通り、この下のワイプ、ここ見ていただくと、私右手は鍵盤から手を離す、まさにスタッカートをしてます。だけど左手は四分音符を伸ばすと、これちょっとアンバランスである。だから右手はスタッカートで、左手はスタッカート、しない音けど音の長さは揃えておいて、左手はここにね残しておくことで、楽譜通りの音を奏でていることになるという、そういうこだわりでございます。こだわってなんぼのクラシック音楽芸術と言っていいかな。
ということでいかがでしょう。はてなはなんだっけ、もちろん反芻して、これ面白いな。このドミソ39小節には C マイナーという音があるわけですね。これは S ドアでいうと1234566の和音であるという。この6の和音に246という意味でもこの6を感じて、ちょっとピアノだけどクレッシェンド書いていいかな。でこの前のシレファラーかBディミニッシュセブンスという音はもともとはソシレファラーという G7 ナインスの和音のこの根音省略として現れるもの。これは行く先がドミソの C マイナーだから6度へ向かうためのドミナントである。これは6度調の5度の根音省略9というこういう和音になっているわけです。今一気に喋ったので今上手に間違いなく言ったので繰り返し記号で機能を使って聞いてみてください。6度調の5度の説明でした。しれっとね現れる。ちょっと6度を予感させて6を感じてねでという6度と和声ちゃんと和声の勉強しましょう。ここにファラドミという F7 という音もある。これは行く先はミはレに解決してラフラットはラナチュラルはラフラットに解決するでシレファラここでいずれ出てくるシレファラという B フラットセブンス属七の和音に解決するためのためのドミナントのためのドミナント。ゆえにこれはドッペルドミナントであるということが言えます。そしてねだから6の和音でドッペルドミナントがあってなんで今説明したいか。ここに間にいきなりドッペルドミナントドミナントトニカといかずにドッペルドミナント間に1個シミソミソシという E フラットが1個入ってるんです。これがね E フラットっていうと S ドアの E フラットはトニカと手話音のように思えますがドイツ和声じゃ何でしょう。ここにねなんで私トニカってここに上に書いたかっていうとトニカと考えたくないんです。これはだってドッペルドミナントからトニカに行くっておかしいんですよ。ドッペルドミナントからこれはじゃあこれ何なの。このあくまでも C という左手の下にある音が第5音であると。5音から数えた時の普通のドミナント C レファーに対して C の音をそのまんまにこの第3音レが第4音に上がる第5音が第6音に上がるというドミナントの四六の和音であるというふうに考えなさいというこういう伝統的な解釈があるんです。トニカではなくてすると、6の和音ドッペルドミナントからトニカに行くんじゃない。ドッペルドミナントからドミナント四六属七最後にトニカとしてなんだっけ全終止するよっていうすごく和声の流れとしての説明がドミナント四六と考える時にね流れがいいんです。ドッペルドミナントからドミナント四六経由の属七トニカ。これは皆さんよくご存知のハノン先生のねサブドミナントドミナント四六シミソで属七トニカというよく聞きなじみのあるカデンツもぜひトニカと考えないで
1の和音の第二展開形って日本では言うと思うけど、1の和音って言い方も私はもうしたくない。ドミナント四六を日本中に広めたいって思っております。皆様もご協力ください。1の2点って考えない方がいいよ。ドミナント四六の方がなんかこの流れがいいんだぞと。6の早いから一瞬で6と四六でいいというふうにね、全終止してもう一回タリラリランタリラリラン、はいね、激しいですねベートーベン。こういうカデンツを急速な中にしっかりと和声の、音楽と音の意味を忍ばせているベートーベンでした。で今度はじゃーん、今度はスタッカートないんだ。だけどシーレファーラーで終わってるから半終止。今は41小節の話ですね。ここはですね、はい、ちょっと長め。どうしたらいいかな。2回目って私書いとこうかな。2回目は長い四分、1回目はスタッカートだよってこうやって書いておくことでこの差を、意識できるようにして書いて勉強の工夫をしているつもりです。ここから行きましょうか。全終止だけどでスタッカートと6の和音と、カデンツになってる。2回目は長くてなんだこれは。またね、なんか現れまして、ちゃんちゃんちゃん。これは同じ和声です。で全終止するよと。右手が合ってない。ドミソラドミソシフラットドミソにラというドミソラ、普通の6ではない、増6の和音プラス6が入ることで、これも増6の和音なんですって。ドフラットっていう音が1234566、低い6の音であるというわけで、このドの音たちなんていうのは246として感じていいかな。でラナチュラルが入ってるのがイミソララ、この第4音の高い音として、第4音の高いものはラは第5音を目指す。だからこの増6の和音っていうのはドッペルドミナントとして出てくるってさっき説明しました。増6の和音ドッペルドミナントジャーマン6です。これはさっきのがイタリア、こっちはジャーマン。先行かせてください。難しい説明は逃げる。でもちゃんと言ったはずです。1回目、そして長い、そして増6から全終おしまい、おしまい。強い全終止なのかな。もちろん全終止でパッと音もなくなってスッとね、もう何も音のしない時空間が生まれるわけです。でスラは全部11、全終止、同音主音の全終止、レミ、こういうね、レミとラソがね、交互に展開されてるっていうのは言い方でもいいかな。全部全終止、エスドゥアを全部感じて最後にジャーンって強く。だからここはデクレッシェンド書かない。そんなことでいい。とにかく感じるからウィンでいきなり、ここで定時部が終わるわけです。どんどん進めましょう。そしてでという音が聞こえてるから、
シレファラ、ここに書いちゃおうかな。シレファラ B フラットセブンスという音が聞こえたり、タリレタタタレミソシの E フラットメジャーが聞こえたり、だから S ドアのまま、音楽が続いているということになります。S ドラタタタラでシラシ、このラとシがこう一緒になるっていうのはシレファラのまさに B フラットセブンスっていうような音に、たった2個の音ですけど、ここに属七をね感じることができる。なのでこういうのハテナっていう半周詞を左手に感じることができるかなと。ドラポポドラポポハテナ、この右手のシッシーと短い音で終わるここにもハテナの音楽性があると言っていいかな。S で終わるハテナでピオラダなんか違う方へ行くわけです。これ考えたんだよなこの間。なんだっけな、ミナチュラルが現れる時点でもうS ドアではね、S ドアの中でミナチュラルって絶対出てこないので、これ転調してるんです。痛いここにファラードの F マイナーという音が52小節に現れる。F マイナー目指してるんです。これはするとミナチュラルというのは F マイナーの同音ということになるんです。同音主音、なのでミナチュラルが現れるこの瞬間かな、ここでもう私は F モールヘ単調への転調をこう書き出してみようと。もう50小節からはだからミナチュラルですね。ここもう F モールというふうに考えていいんじゃないかなと。一体どこへ行くんだろう。ミソシート、この C シャープセブンスでしばらくフレーズが終わりますよね。ちょん、これはもうハテナの属七の、半周詞なんです。C シャープセブンスのハテナなんですな。どうな、どうしようかな。ここなんかはシレファの B フラットマイナーっていうのはファソラシ、第4音のサブドミナントの和音になっていると。これはちょっとこのサブドミナントを感じてみてもいいんじゃないかな。サブドミナントの音、ドニミナント、トニカとさあどうなる。シェファラシレファラの和音はF モールなのか何調なのか何なんでしょう。というのはもうこのまま見ての通りの、C、B、ディミニッシュ、7がついてる弦七の和音になっているという。弦七の音っていうのは、クラシックでいうとこのなんだっけ、根音省略ソセレファラーという G7 ナインスの G が消えたという、そういう解釈をするんです。これはで何が言いたいのかな。これはどこへ行くんでしょうね。このさ出たこのじゃ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 ーん、このシナチュラルというのはもちろんこのね冒頭のもういきなりの再現部、なんと短い展開部。これ
定時部が終わって繰り返し記号の後をその他形式では展開部という、この短いたった3段のね展開部って、こういうコンパクトな作曲をベートーベンするんです。大きな曲の場合は定時部100小節展開部100小節、再現部100小節でコーダが100小節の計400小節みたいな、そういう巨大な作曲もしますが、この場合は定時部がドンあってのもう超コンパクト、もうなんかもう1割ぐらいの、全体からしてしかない、展開部を挟んでの、もうすぐに何を生き急いでるんだこの人はっていうようなね。で、何が言いたいか、再現部っていうのはもちろんドリロポポポ、これはドの音が主音のツェモール、ツェなんです。ドするとこのシのナチュラルが現れているという時点で、これはツェモールの同音であると。要するにこの音はツェモールのドミナントの根言省略7、9であると。だからここで音が終わっているというのは半周詞をしているツェモールであると。もう F モールじゃないんですって多分。で、どこでこのシナチュラルが現れていると、ソラパパシドララ、この時点ですね、52小節、ここでもうもうツェモール戻るんですか。何を生き急いでるんですかベートーベンさん。もうすぐにもうツェモールへ戻ろうとしている、そんなベートーベンのねえ、急いで戻っちゃいました。戻るんですねという、短い展開部の説明でした。どうなるかな。ハテナから転調してまたここでツェモール戻るのかな。これ最後はね、ちょっとこの2つの音スタッカートするかしないかは、これは新しいベルリンの相手のすごい解釈ですけど、ロールでスタッカートでも最後は四分音符のハテナ、なぜになハテナじゃもう完全にこれ運命交響曲が現れますよね。誰がどう聴いても小運命と言いたくなるこの曲を。でもラララシーハテナ、この C の同音で終わってる音楽性というのはなぜなのと、なぜなのハテナという音楽性がラダダで、なぜなの、なぜだなぜだというね、ちょっとぴったりの言葉怒ってますベートーベン。もうフォルティシモの強いなぜだの気持ちをぜひ、表現しましょう。感じ取りってなぜにそして戻ります。再現もう増録からハテナ半周詞から全っていう風にね、同じように動いていきますのでね、先ほどと同じことをどんどん書いてってください。冒頭と全く同じ。唯一違うのはドリロとファミレドシレド、ここだな。8小節がね、ドシド2回同じドシドロトトを繰り返すのに対して、再現部においてはドシドドドド、ここかな。これもこの同じですね。スタッカートなしのアフタクトと
こに5連符の半音階という不気味な音にまたなってる。これこれ5本の指で1、2、3、4、5、1、2、3、4、5って弾くのが私はおすすめです。ね、ここだけちょっと音がより不気味になって、ヨタヨタヨタっと半音階で5連符で、非常に崩れた音楽性。ちょっとこうやって変奏の、達人でもあったと言われるベートーベンさん。ね。まあここには一つですね。あれ、筆記用具消えた。あれ一瞬で消えた。いや奥行っちゃった。ここには半音階というふうにちょっと書いてみたくなったかな。半音階でやるという。で、テリラ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 ラじゃーんと。要するに、そっか。全部、まあせめてかけることは全部ツェモール。はい、全部ツェモール。全部ツェモール。全部ツェモールの半周詞をしたよと。で、パッと曲がる。これもさっきと同じです。で、ここはフォルティシモがないかもしれない。番によってはこれ書いてなかったりもします。で、アウフタクトから一体ヤッパパパララパッパ。ここね、ベーレンライター、ここにドレミっていうのをね、このスタッカートがないをなくし、ベートーベンがなくしてる可能性があるみたいです。すると3、4、5っていう指でね、ちょっとレガートにで弾くのを私はこの、第2テーマです。また第2テーマがまさにその他形式の法則というかルール、わかりますか？再現部における第2テーマはね、主張ツェモール、ツェという音がの主音がなんて言ってねツェモールでね、この曲ので現れるないし間違えた。スレガートなんだで、はてな。でもこれはなんだっけ、単調じゃないですよね。なおれにそんなシーンではない、ツェドゥアが分かる瞬間はここね、ミナチュラルですね。ツェドゥアの第3音ミナチュラルが現れることで、あら明るい調整して主音が同じなんです。このツェモールであるこの曲のね、定時部曲の冒頭においてはパッと出るかな。S ドゥはここ、はい、平行調で第2テーマが現れる。だけど再現部においてはこれは同じ主張ないし同主張としてね、同じ主音だけど単調に対しての長調で現れる同主張として主音が同じ、こうやって音楽がドが主音という音楽に、安定していくというのかな。なのでここにはツェドゥアと書いていいんじゃないかな。こうしばらくねツェドゥアが続くんです。これがねその他形式の作曲法です。そこにちゃんと乗っ取って今動いてますね。見えるかなこれで。ちょっと下まで見えないな。だからツェドゥアのハテナ半周してで、ここはここだけスタッカート、レガートとスタッカートを書き分けてるかもしれないベートーベンがで、フォルテッシモで、これもいい音の和音だね。6の音で全周詞してとか、これもね前と同じなんですがちょっと調整違うから一応書いてみようかな。はてな半周詞するよで間になるよと、ちょっと時間省略ちょっとさささっと書きます。ドレミレド半周詞するよ
曲がるととととりろぽっぽいよんじゃんと6ノートがあるよ。サブドミナントだよ。ラソファミレドシラソ第6音があって全終止するよという音楽性ですね。今、弾きました通りだと思います。フォルテッシモから、せっかくだから弾きましょう。はてな。難しい。はてな。あらららららら、戻っちゃった。ね、あのニコニコ顔はどこへ一瞬で消えた。ソファミミレドスイラーソ。この第6音だけど矢印下。低いこのラフラットの音で、ねさっきはラナチュラルだったんです。セイドゥアの時は、ね、第6音というのは正確音と呼ばれて、ラー、ドレミファソラー、明るい長6の音は長調。でも、低い単6の音は単調、ツェーモールという性格へとを有する。そしてその音を使ってツェーモールへと一瞬の転調を果たして、音楽はもう悲劇的な結末へと、たったこの一つの音から、ここでもうね、もう喜びが、たった一つの間違いで人生は悲劇へと転がり落ちるしかないのかな。おしまい。あららららね、全終止して、ここはファラレファラっていう、2度の和音ってことになるんだけど、2度の和音でドミナントで全終止する。そう、ファンっていう、さっきやったのと同じかな。ミの音はイオン、ミエのシ、ラー。このラー。これも、イオンだな、この場合は。多分。やっぱりラー、スラーであえてぶつけてるというふうになってると言っていいかな。このね、スラーを感じてみた次第です。破綻調ツェモールの音楽です。ね、明るい6の音と一瞬ではてな。もう悲劇は止まらない。もう希望とは見えない。このまま終わってしまうのかしら、この音楽は。どうなんでしょう。じゃーんと全終止トニカを感じて、ファー4億、力が入りすぎた。はい、4ノートで5ノートで半終止をするってさっきやっと通りよろろろおしまい。ドミナントトニカ、ここには全終止が見えるな。ドリラおしまい。ここにも全終止が見える。全体としてはクレッシェンドしていくけれど、でもはてな、ダリララパッパファーの音が第4音と2音、やんちゃんちゃんと、やっぱりこの場合は属句とかじゃないんですね。ドシドラララじゃない。ラの音はベートーベンこの時ピアノとして持ってないんじゃないかな。もしかするとこのファは思い出した。このファからファ、F から F っていう、これがもしかするともう書けないや、もう字幕で出てるからいいから、当時ベートーベンの持っていた最高音だったような気がする。ね、最高音でだからダッジャン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 、もう
以上上の音がない。この音を叩いているっていうのかな。叩くって言っちゃった。でもね、そういう、わかります？この我々のピアノはどの音が一番端か、どんどんじゃんじゃんじゃん、これ以上上の音がないっていうこの上はないんですって考えられるんじゃないかな、ね、ラがこの第9音がなかった。だけどそれと最高音であるということと、これも一つのベートーベンの当時の楽器を知ってることでのこの強いもうこれ以上上の音がないんだっていう、ファより上の音はないかな、ないんじゃないかな、ないんじゃないかな。どうかこの考察が間違ってませんように。今初めて発見したね。最高音から転がり落ちるようにして、そしてというね、いや危機迫るベートーベンの音楽です。もうピアノの端から端までをもう全部使うベートーベンさん。もう足りないんです。鍵盤が足りない。もうツェモールです。もうこのまま2段目もツェモールです。はい、3段目もツェモールでいいかな。合ってるかな。全終止スタッカーはてなで6ではてな増6からの全終止をしているという。この後ちょっと転調しますけど同じかなね。101小節まで今弾きました。ファードレレレレレラでファージャンジャンジャジャン全終止するけどデクレッシェンドはしないと。チャチャチャンチャチャスタッカート。この場合は全部短い音なんですね。半終止でパッと音がなくなる。スタッカートでなくなるって言っていいのかな。ドルミ、ね、6でドッペルドミナント四六属七トニカの真ん中に書こうかな。見る全終止するで四分音符、ここはスタッカートついてないからペダルを使ってタリラリランの瞬間に離す。でチョンチョン、こういうスタッカートの時はもう容赦なくペダルはいらないでズバッとでなんだっけ、これが大増6の和音なので6の音が増6だから6とは違うんだけど、はいもう246音4音がある増6の和音でレンミルンレンで全終止をするタラドンシュ音全終止シロ全終止ファミ全ただこっちが先だ。デクレッシェンドして全とティーロン全終止するってことでしたよね。これでだいたい今突貫工事でかけたから全終止スタッカーとピアノで全終止ズバズバ短い音でセーモールを感じてセーモールゼルソ俺何が起こったおラドミソというラドミソは A フラットセブンスという音が聞こえる。でここにはレファラの D フラットも聞こえる。レファラ D フラットメジャー A フラットセブンスと D フラットドミナントトニカはなんと新しいデスドゥアにねえこの曲もうすぐ終わりますよ。終わるのにねなんか明るい調整見えたみたいな。セーモールにとってのナポリの調整って言っていいのかな。この主音の半音上っていうのはナポリっていう名前の音なんです。
ナポリ町への転調とか言ってもいいのかな。それとレファラーが聞こえるから一瞬のデスドゥアの前終詞でもラドミのドミナントで終わってるからここには半終詞を感じる。ここがねトニカになってないんです。ハテナで終わってる。あれ半終詞。ここの場合はデスドゥア前終詞を感じてハテナのなんだっけドミナント半終詞を感じてもう一回ハテナを感じてあれハテナを強く感じて降りてきてラドミソの半終詞どこへ私は着いたんだろうって言ってパッと曲がる。はい、どこ行っちゃったんでしょうね。でラタタタタタパッパッパッとこの第2テーマが見えるわけなんです。ドミナントでここで1個だけラドミソに入ってないレの音でぶつかってる。こういうこのミとレで7度でぶつかってるのはイオン7度のイオンこのドとシも7度でぶつかるラドミソに入ってないイオンでイオンとちょっとなんか甘美なあれ蝶々を感じているのかな。あれハッピーエンドを私は望む資格があるのかしらと。はてなラダダラでどんどんリタルダンドカランドゆっくりしていってこれも半終止でしたよね。で給付があってどんどん遅くなってラドミソね半終止してますよね。この後変わりますが今ここで止めます。はてなのねこれはもう第2テーマです。タタタタティタティタはてな。でも面白いのはここだけ唯一間がないんです。ちゃんと8分音符のタイまで書いて唯一って読めるのかなこれ。はいなんですよ。普通間がありましたよね今まで。これあまり私よく分かってなかったんですけどこの最後の最後にここだけは間がないんです。不気味な間がなくてタティタティタとでも今度は9符あるんです。唯一ここだけないベートーベンのデスドゥアを満喫したいのかな。なんかそういった音楽性もぜひ感じてみたいと思います、ね。そうなってるなんわけです。でイオンでピアノ静かにハテナを感じてそしてフラダダフラで唯一の長いハテナでどんどん遅くなっていく。ここは9符フラダダフでハテナの音からなんか全然ハッピーじゃない音がしますね。ファラドミ F シャープディミニッシュ7という原七の音があってこれはだから原七が現れるともともとはレファラドミ D フラット
じゃあじゃあ D セブンスナインスっていう音になってるんです。レファラドミっていう音はの根音省略。これは行く先はソシレというソシレという G を目指す。もう D この時点でもうねデスドゥアのもう全然全く異質なんです。これどこ行くのか。また出た。だからこのソドミソという C マイナーの音はもうドミソのツェモルの音がもう全然してるわけです。もうダメです。単調です。デスドゥアの夢はついえました。夢ついえてツェモルのソドミソがトニカではないソの音に乗っかってる音はさっき何て言いましたっけ。ドミナント白くの和音はクレッシェンドマーク、さっき短すぎて書かなかったけど白くを感じましょう。白くでミドシルを全周しという音がこの後待っているはずです。もういよいよもう曲の終わりです、ね、二重線見えますね。なのでドミナント白くの前にあるこの F ディミニッシュはアシャープはソへ行こうとする。これはドッペルドミナントの根音省略7級何調のかといったらツェーモールのなのでもうねもう夢ゼデスドゥアの何か蝶々を望んでよいのかながいやそんな甘いこと考えてちゃダメなんだよ。あれ蝶々が聞こえ。でもねまあベートーベンさんどういうつもりだったんでしょうね。まあガラッとツェモール戻る。でドミソシから C7 からの F マイナーというのはさっきもやりましたけどサブドミナントヨドねヨドへと向かうヨド調の5度っていうのをだいぶ前にやっておりました。はい概要欄に何小説目と同じって書いておきます。ちょっとサブドミナントを感じてここでセドゥア C メジャーの音が聞こえる。シド全ではい単調としなかったんです。ここでね単調だった音が長調のおしまいになるというこれをピカルディ収支と言います。ピカルディ収支ちゃんと字幕出たかな自動でピカって書いてきます。なんとこの曲ピカルディ収支ねここまでは単調の響きだったんだけどピカルディのままあらなんとねわずかな希望を残して単調だったものがピカルディのセドゥアの全終始わずかなねなんと波長長の語彙が少なくてつまんないなごめんなさいねわずかな希望を、ね、残しながらたった最終的にねずらの全終始タリララタタタタン
全終止、もちろん最後全終止ですよね。ちゃんのどまるでベートーベン最後のピアノソナタオーパス111のピアノソナタの最後っていうのは、ベートーベンはこの八丁調で人生最後のピアノソナタをこの人は書いたりする。それを予感させるかのような、そうなんだよな。最後のソナタ32番オーパス111はあれも1楽章の最後、1楽章と2楽章しかないんですけど、1楽章の最後こうやってね、すごい似たような終わりをしている気がする。悲劇的なこの激しいベートーベンの音楽性と、何かなんだろうな、でも苦悩を通して静かな歓喜の予感を感じさせる。苦悩を通して歓喜へと至るんですよね。歓喜ってほどではない。歓喜っていうのはもうドカンフロイデシューナグッドフンケンで、もうね、何百人で何万人で第九を歌うというあの爆発の前のを予感させるベートーベンの音楽芸術でございます。2時間かからないで解析を終えることができたかしら。大学の講義並みの時間ですね。本当にご視聴いただきありがとうございました。いかがでしたでしょうか。さあこれから字幕が自動の字幕が出来上がるんですよ。で9割方もうね、YouTube の字幕機能すごいですよ。ちゃんと私の声にもね慣れてきてくれたのか、9割方成功な字幕がもう出来上がってるんです。でも後でね、専門用語全修士だってこの間ついにね出たんです。一発で出たかな今。そういうのをねちょこちょこ修正するのにも何時間も何日もかかるんですけど頑張ります。ベートーベンペース上げられるかな。この次は6番のソナタかな。ちゃんちゃんタリララン全終止かな。ちゃんちゃんはてな半終止タリラランはてなティーラララ F ドゥアの6番のソナタが待っておりますが、引き続きねこちらどうぞスーパーサンクスいただけましたらもちろん嬉しいです。頑張って YouTube 作ってまいります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。感謝です。では閉じますね。3、2、1。